高さ60センチ、幅40センチ、長さ60センチ。私が入るとちょっと小さめ、お風呂くらいの大きさ。私また掘っちゃってます。このくらいの穴なら余裕で掘れるくらい。この古民家に成長させてもらった3ヶ月。疲れた。この古民家の雨どい排水どうかしてます。雨どいはめっちゃちゃんとしてるのに、その排水処理の方法がふやふやな感じで地面に垂れ流されていて、雨水フリーダム状態。ドッグランの外にも芝を引きたい。ここも水はけ問題を解決しておきたくて、私はまた庭に穴を掘っています。やりますか今日。土壁と私。土壁と私です。昨年の暮れに築140年の古民家を買いました。現在は兵庫の田舎と神戸の2拠点移住生活をしています。前回の動画で中庭にクラピアという芝を植えましたが、ここは兵庫の中でも特に寒い地域。悲しいかな、クラピアさんはだんだんと元気を失っています。今日は糖水マスもどきを作りつつ、クラピアの庭の土壌改良をしていこうと思います。赤庭作業、一体いつまでやってるのか。そろそろ飽きてきたので、今回で最後にしたいと思います。この場所はしっかりと防草シートが張られていて、土がかなり硬くなっています。穴を掘るにはこの縦型スコップ。普通のシャベルの火にならないくらい死後的なやつ。穴に砂利を詰めたいので、土は隣の畑に移動させます。包装シート、ガラス、砂利、摩擦土マサドなどなど。神戸のマンションに住んでいたら購入する機会のないものばかり。田舎に住んでみて、ホームセンターの偉大さをひしひしと感じています。方南プロ、コメリ、ナフコ、順天堂。ホームセンターなしでは生きていけない体になりました。暖かくなってきたので、福ちゃんはみかん生ドッグランで日向ぼっこ。地域猫さんが気になって仕方がない様子です。福ちゃん、いいの。お友達よ。採掘の合間に気分転換の草むしり。包装シートの上に生えている雑草を抜くのが気持ちよくて、気がつけば時間が溶けている状態。ひげを抜いたりニキビを潰したり、そういうのが好きな癖の方には分かっていただけるかも。我が家には大量に苔が生えています。苔借り放題欲しい方、お声掛けください。いいコケっぽい。
と言いますか。穴を掘りたくなくて逃避中。早く芝が生えないと福ちゃんは砂まみれ。こういった排水対策や土壌改良はフェンス作ったり芝植える前にやれよって感じですが、無計画、行き当たりばったりズボラ。この性質直したい。福ちゃん、今子供のプールぐらいの穴を掘りました。ここに砂利と石とか入れて水はけよくしたいと思います。よいしょ。よいしょ。疲れた。ホームセンターで大量の砂利を買ってきました。よいしょ。はあ、しんど。砂利を掘った穴の中に投入していきます。そこには透水シートを敷いています。今度は猫車で砂利を運んできました。狭いところもスイスイ通るのが猫のようだということで、昔は猫って呼ばれていたんだって。初めて使ったらバランス崩壊。全然まっすぐ進まない問題。ここにも芝を植える予定なので、砂利の上に砂を敷いて、その上に土をかぶせ戻します。砂利に土が入り込むと機能が失われるため、本来はさらに透水シートを敷いて対策した方が良いそうです。今回はシートは敷かずにそのまま土をかぶせました。砂利が小さいとすぐに詰まっちゃいそうなので、今回は結構ごつめの石を敷いてみましたが、さてどうなることやら。埋め戻しが完了しましたが、このゴミの山。さあ、片付けも大変や。疲れた。お昼にしよっかな。日向ぼっこしてんの？いいよ、そのままで。あったかいね、今日。まだ日が明るいうちからのご褒美ビール。日が沈む前のこの一杯が一番好き。疲れたよ。土壁と私。朝ごはんや。ご飯食べよう。おいで、ご飯。待ってよ。パン粉も人間も入れるよご飯から始まる古民家の朝。はい。お散歩行こう。お散歩や。はい、行くよ。はい。朝は少し寒いので、福ちゃんにジャケットを着せたい。どうやらお気に召さなかったようです。福ちゃん、そっから見てんの？今日はクラピアを植える場所の土壌改良デー。
仕事が休みのつけぴちゃんも参加しての改良チームです。水はけ対策になるかわからないけど、マサ土を大量に投入してみます。とにかくこのお家の庭にはたくさんの石が埋まっているので、地道に取り除きながら作業していきます。土壁考案石取り名人初号機。ただの100円ショップで買ったバーベキュー用の網です。新品を使うともったいないので、しっかりバーベキューした後の網を使います。焼肉の残り香が漂ってなんだかお腹が空いてきちゃう。この地道な石取り名人初号機の作業は半日ほどかかりました。いつか全自動石取り名人プロトタイプを開発したいです。めちゃくちゃ石多い、ね、土硬いし、かなり暖かくなってきたので、夕食は外で食べよう。ということで、半屋外の土間で久しぶりのバーベキューです。どうしたん？あべ大丈夫？体重に耐えきれなくなった。危ないからダメよ、火のつぼ。あ、行こう行こう。危ないよ、気をつけて。ちょっと開ける。と、アクシデントはいろいろとありますが、寒さが緩んで気持ちもだんだんと軽やかに、笑い声も増えていきそうな予感がする、そんな春。はいどうぞ。じゃあ行きます。はい、いただきます。ご近所さんから高温機をお借りしてきました。ガソリンが出るようにする。高温機を貸していただいたり、地域のことを教えていただいたり、少しずつこの場所に迎えてもらっている気がしてありがたいです。すごい。ガソリン出過ぎちゃうんで必ず閉める。
土正人とバーク入りの腐葉土を巻きかき混ぜます。すでに植えてある中庭も土壌改良したいので、クラピアさんには一旦ご退場いただきます。植えてから2週間後のクラピアです。土壌が悪いのと寒さと水はけの悪さと、とにかくクラピアには快適ではない我が家の庭。掘り返したクラピアたちは非常にかわいそうなことになっていました。今回はしっかり土壌改良をしてクラピアを元気にしたい。僕らの外にもクラピアを。ということで追加で40株のクラピアを注文していました。あれ、なんか変。これは最初のクラピアです。同じ種類クラピア K7 なのに葉っぱの雰囲気が全然違うような気がするだけかな。1回目購入のお店と2回目購入のお店が違うので、出身地によって個性があるのかなとも思いましたが、だとしたら購入するお店は選んだ方がいいのかもしれない。私は植物について詳しくないのでよくわからないのですが、クラピアについて詳しい方、有識者の方、コメントなどで教えていただけるととても嬉しいです。ちなみに右にあるカゴは石取り名人2号機です。1号機は酷使しすぎて金網がバラバラに分解されました。ということで土壌改良とクラピアの再移植作業はすべて完了です。これでダメならこの植物とはご縁がなかったのだと諦めよう。また別の出会いがあるかもしれないしね。まるで人間関係のように執着せず軽やかに。結局今回も泥だらけになって穴を掘ってしまいました。こうして土をいじっている時間は都会のマンション暮らしでは味わえなかった。最高に贅沢で不自由な時間なのかもしれません。古民家が教えてくれるのは、人間も庭も一筋縄ではいかないっていうこと。でもそんなままならなさも含めてこの家と一緒に少しずつ成長していければいいなと思っています。今回で中庭作業は一区切りの予定ですが、果たしてクラピアたちは今度こそ根付いてくれるのか。執着せず軽やかにと言いつつ、やっぱりちょっとだけ芽吹く春を期待して待つことにします。もしこの不器用な田舎暮らしの続きが気になったら、ぜひチャンネル登録をしてまた遊びに来てください。福ちゃんと一緒にお待ちしています。ふぐちゃん。